こんにちは。今回は、新型クロストレックのハイブリッドモデルを紹介してきます。それでは行きます。Now loading。ではまず、外装から見ていきましょう。この車両のグレードは、プレミアムストロングハイブリッド EX で最上級グレードでした。ボディカラーは、マグネタイトグレーメタリックです。型式は CGH のようですね。ヘッドランプ形状はマイナーチェンジ前と同じでですね。ステアリング連動式のランプが内蔵されていることがわかります。そして、フロントグリルでは、上部にメタリック色のフィニッシャーがついていて、エンブレムに合わせにいっていますね。中央のフィニッシャーの色はボディ色によって変化しないため、ボディ色の選定はよく考えた方が良いですね。そして、エンブレムのすぐに下別添えのカメラが搭載されています。フロントグリルの開口は大きめで、この角度から見ると中見えするくらいの大きさです。フロントグリルは、外側は太く、内側は細めに作っていて、外観はマット調です。そして、右側を見てみると、フォグランプがありますが、そのフォグランプ周りには、力強さを演出するような大きな樹脂パーツがついています。また、表面をよく見てみると、小さな突起が多数見つかりました。空力用の表面加工のようです。フロントロアにも樹脂パーツがついていて、ナンバープレート近くにも開口がありました。私はあまり外装樹脂パーツ好きではないのですが、クロストレックの車両価格帯とアクロ走行に強い特徴を考慮すると、豪快に樹脂パーツを用いた方がむしろ味が出るなと感じています。遠目でフロントロアだけ見てみると、こんな感じです。ボディカラーとの相性良いですね。そして、ワイパー部分を見てみると、ワイパーはフラットワイパーですね。ウォッシャー液は別添えでワイパーにはついていないようでした。また、ボンネット後ろにエアバッグがついています。ワイパー凍結防止用のワイパーでアイサーは、ガラスに熱線が通っていないため、設定されていないと思われます。こちらがウォッシャー液の噴射口ですね。続いて、サイドから見てみます。ホイールデザインかっこよすぎませんか？タイヤ周りはこのようになっています。ホイールアーチとリムがふんだんに使われていて、かつ、空力性能向上を狙った通気口も設定されていました。このホイールアーチとリムにも表面加工されていました。通気口はこちらですね。そして、タイヤを見てみると、タイヤは FALKEN 製で国産タイヤです。タイヤのサイズは、タイヤ幅 225mm、扁平率 55% で、18インチアルミホイールです。ブレーキキャリパーは、フロントタイヤでは後方に配置されていました。ホイールは、ダークメタリック塗装と切削後期が組み合わさっているのですが、切削デザインがこんなにイケてる車、他にあったかな？高級車には相性が良くないかもしれないですが、スポーティな走行を楽しむということであれば、相性が良いと思います。そして、次世代 EBOXER ということでは、ストロングハイブリッド仕様になったため、EBOXER のオーナメントが、バックドアからフロントドアに移動していました。フロントドアオーナメントに昇格ですね。オーナメントのデザインは見る限り、変わっていませんでしたね。そして、ドアミラーですが、ランプ付きの塗装ミラーで、樹脂部分ともカラー相性が良いですね。ドアサッシュ周りは未塗装ですが、クロストレックだったら許してしまう。こんなに樹脂パーツと相性がいい車、なかなかないぞ。そして、ドアのアウターハンドルは、施錠用の静電スイッチがついていました。そして、リアドアのサッシュも見ていると、もちろん未塗装になっていて、メッキなどの可色部品はついていませんでした。オペラガラスは小さめですが、設定されていて、また、周囲に余計な分割線がなくて綺麗ですね。ボディラインが徐々に上に駆け上がるような外観になっていて、可色レスですが、スタイリッシュですね。続いて、リアタイヤ周りを見ると、こんな感じです。リアタイヤもフロント同様のディスクブレーキになっていました。ブレーキキャリパーは、後方についています。タイヤは FALKEN 製で、タイヤサイズもフロントタイヤと同じです。そして、車両重量が1569具から1669具に重量アップしているようで、サスペンションの仕様も変更しているようです。覗き込んでもあんまりよくわかりませんでしたが、そして、ドアロアには表面加工されたプレートがついています。こちらがそのドアロアのプレートです。車両前方まで綺麗に一直線に組み付けられていてかっこいいです。そして、給油口は運転席側についていました。給油キャップを引っ掛ける部品が、給油口リッドの裏面についているので、給油キャップでボディ表面を傷つける心配もいらないですね。私はエクストレイルのキャップレス給油口のせいで、キャップの存在を忘れてました。ルーフレールですが、塗装されていて、しかもツヤも出ていますね。ルーフレール使わなくても、外観がかっこいいからつけたくなりますね。
続いて、リアを見ていきたいと思います。下側から照明が当たっているせいか、2割増しくらいでかっこよく見えています。それにしてもこのボディカラーいいですね。リアアッパーから見ていくと、リアスポイラーがついていて、最上部だけは、ボディカラーと合わせています。側部はマット調ですね。そして、ハイマウントストップランプは、リアスポイラーに外付けされています。後方の視界を考えると、リアスポイラーに外付けした方が、ルームミラーの死角が減って良いのかもしれませんね。ワイヤーは一般的なものがついています。リアランプは複雑な形状をしていますが、まとまりがあって、ランプのシグネチャーもかっこよかったですね。そして、中央にはエンブレムが埋め込まれています。ボディ面よりも外側に出ないように、面合わせにしていました。横から見てみても、エンブレムが出ていないことは明らかですね。そして、EBOXER のオーナメントですが、従来通りバックドアにもついていました。バックドアにはプレートを照らすバルブランプが2つと、カメラがついています。そして、最後にリアロアを見てみると、サイドには、樹脂パーツがついていて、車幅灯も装備されていました。右側の隙間から光が漏れているので、空力用の開口であることがわかります。この部分にも表面加工がされていますね。もはや、空力性能向上だけでなく、衣装性も考えての作りですね。少し離れた位置からリアロアの全体を映してみると、外観はこんな感じでした。それでは、バックドアを開けて、ラゲッジスペースを見ていきます。重いなぁと思ったら、マニュアルタイプのバックドアで、自動開閉しないです。むしろありがたいですね。車両本体価格が安くなる。バックドアにはランプがついていて、頭上から光を照らしてくれますね。バックドアの裏面には、スバルのロゴが大きく入った樹脂プレートがありました。このロゴを見るとしたら、リアシートからラゲッジを見るときくらいでしょうか？バックドアには電装部品が少ないため、ハーネスがあまり車体から出てきていないですね。無駄がなくて、すっきりしています。むしろ逆にヒンジの方が目立ってしまっていますね。ではこれからラゲッジを見ていきます。ラゲッジ開口はこんな感じでした。目いっぱいまで横に広がっています。ラゲッジスペースの気になるところは、ストロングハイブリッド採用によって、荷室が狭くなっていないかですね。パッと見た限りでは、そんなに小さくなっている印象はなかったです。ラゲッジサイドにはバルブランプがついていました。暖色発光します。バルブランプ表面にスイッチがついていましたよ。最初、静電スイッチタイプでスイッチレスなのかと勘違いしました。そして、戸のカバーが引っ掛けられるようになっていますね。この場所はコンビニフックでしょうか？非常に頑丈な作りで、手で触る程度では、びくともしないです。そして、ネットを引っ掛けるためのフックも4箇所ついていました。リアシートのリクライニングは、レバータイプではなく、上に引っ張るタイプでした。そして、リアシート中央に座る人向けのシートベルトが右側についていました。このシートベルトは、リアシート中央にあるフックに引っ掛けて、締めることになります。このフックも非常に硬いです。普通のプラスチックではないですね。ナイロンか何かかな？そして、メーカー装着オプションではありますが、100VAC 電源も右側に配置されていました。ただ、12V の電源ソケットは見当たらなかったです。このコンセントは、運転席で専用ボタンを押さないと使えないです。それでは、ラゲッジボード周りも見ていきます。中央にベルトがあるので、引っ張ってみると、裏面には無数の丸いくぼみのついたプラスチックボードがついていました。そのため、ヘナヘナしないです。防水性も良さそうですね。右側にあったラベルを見てみると、国産で4層構造のようです。3層目に ALM とありますが、アルミの板も入っているのかも。この板、取り出すのが難しいなぁと感じていましたが、下側を見てみると、収納スペースほぼなかったです。そもそも取り出す必要性のないラゲッジボードって感じでした。ここに収納できそうなものは、戸のカバーと修理キットの小物しか入りそうになさそう。このくぼみは、戸のカバーの収納場所に違いないですね。じゃあ、前の方は収納はないのかと気になる人がいると思うので、前方も見てみたところ、収納スペースは全くなかったです。代わりに、強電部品のようなものが所々についています。では、続いて、内装を見ていきます。フロントドアは特に従来に対して変化なさそうですね。上から順番に見ていくと、リア側は合皮が使われていて、ドアミラー近くの前方では深めの脂肪が入った内張りが用いられています。こないだ見たアウトランダー PHEV の構成とほぼ同じですね。全体デザインや質感は、さすがに車両価格の高いアウトランダー PHEV には負けますが、車両価格が低いクロストレックなりに、最大限の質感を演出しています。
決して悪くない質感です。むしろ、300万円台でここまで仕上げて生きているのは良いですね。シートメモリスイッチの外観やボタン配置も変わらず、インナーハンドル周りのフィニッシャーも同じデザインで、斜めに柄の入ったテクスチャーを採用しています。パワーウィンドウスイッチは、オレンジ色に点灯している部位があり、スイッチ操作感は、フロントウィンドウとリアウィンドウのスイッチで同じではありませんでした。押し間違い防止につながって良いと思いました。そして、ドアアームレストですが、パッドが部分的に入っていましたが、プルハンドル周りにはパッドが入っていないです。アームレストのパッドは側部にもついているので、横から肘を当てても痛くなさそうでした。ほら、結構沈み込むでしょ。しかも、アームレストの合皮は、後端までしっかり贅沢に巻かれていて好印象でした。ドアポケットは大きく、ペットボトル容易に入れられそうです。アメリカンサイズまで考慮してなのか、ビッグサイズです。そして、ドアスピーカーは、グリル部が大きく、存在感が強いです。オーナメントがついていなく、調べた限りでは、無印っぽいですね。従来同様に、アクセサリーで、ケンウッドやパナソニック製のスピーカーが付けられるかもしれません。シートを見ていきます。ストロングハイブリッドではシート種類は少なくとも2種類あり、このシートは合皮シートと思われます。2色構成のシートで、レイバックのシートに似ている気がしました。ただ、皮脂肪が大きくて、少しザラザラした感触が、シートアッパー部ではありましたね。背面の皮にはパーフォレーション加工で、ハニカム柄のテクスチャーを表現していて、シート中央の幾に従って、ハニカム形状がくっきり見えますね。ちなみに、シートベンチレーションはないです。そして、このシートはパワーシートになっていて、ランバーサポート付きでした。一番左の丸いスイッチがラン上サポートで、腰位置を調整できます。それで、パワーシートあるあるのシート下の配線ですが、全く見えませんでした。500万円を超える車両でも、なかなかこんなに綺麗に作られている車、お目にかかれないですね。そして、スカッププレートは、細めで可色部品は特に何もついていませんでした。フロアカーペットも段差がついてしまっているので、乗り込む際は、誤ってフロアカーペットの角を踏みつけて汚してしまわないように注意したいですね。そして、ペダルは一式アルミペダルでした。そして、シートベルトは、上下に可動するタイプのシートベルトでした。よく見ると、天井からシートベルトの B ピラーまでブラックで統一されていますね。シートベルトタングは、変わらず、極太でしたが、クロストレックの力強さがここでも表現されているように思いました。そして、シートベルトバックルについては、根元が鉄製でしたので、これも個人的には良い仕様だと思いました。根元が硬い方がシートベルト締めやすいんですよ。では、ステアリングを見てみます。このステアリングは本革巻きですが、従来に対して少し変化が見られました。まず、スイッチ周りから見てみると、右側には運転支援系のボタン、ドライブモード、ステアリングヒーターのスイッチがあります。下側はカバーがあるだけで、特に何もなく、ステアリング左側には、ナビ操作ボタンが配置されています。しかし、過色カラーが、ブレイズガンメタリックになっていました。従来はシルバーのような見た目でしたが、最近内装はブラックエディション系が人気があると分かって、スバルでも売れそうな車両には積極的にブラックを取り入れてきているのかも。ステッチは、シルバーステッチとなっていて、実際にステアリング握ってみましたが、握り心地も良かったです。少しグリップを効かせるためなのか、本革の表面は少し大きめに脂肪がついていて、ザラザラしていました。このタイプの本革、最近減ってきている気がしますが、私は結構好きですね。ステアリング裏側には、パドルシフトがついていました。コンビスイッチも大きく変化していないようでしたね。そして、メーターディスプレイはフル液晶でした。従来では、中央にだけ縦長の液晶がついていただけだったので、この改良は嬉しいですね。競合車に対しても、このフル液晶化で差別化できるんじゃないですかね。ステアリング右側を見てみると、スマホホルダーをかけやすそうな横長タイプのベンチレーターがついていて、意外にも、じんわり動いてくれるので、操作感は良かったです。ノブのメッキも良いアクセントになっています。その下には、イグニッションスイッチとスイッチ群がありました。バックライト付きで、赤く光っていますね。100VAC 電源はこのボタンを押さないと作動しないようですね。AC 電源はいざという時に役には立ちますが、電圧が高いため、メモリ機能がついていないことがほとんどです。つまり、イグニッションを一度オフにして、またオンにすると、たとえ、イグニッションをオフにする前に、AC 電源をオンにしていたとしてもイグニッションをオンにし直すと、もう一度自分の手で AC 電源スイッチをオンにする必要があります。
私は忘れやすいので、結局エクストレイルにもついているこの AC 電源はうまく使いこなせず、ラゲッジについている 12V の電源ソケットを使うことが多いですね。12V の電源ソケットは、電圧が低いため、メモリ機能がエクストレイルではついています。その下には特に何もありませんでしたが、ボンネット解錠レバーはひっそりついていました。続いて、インパネ上面を見てみます。先ほどもお伝えましたが、内張り周りは可色部以外はほとんどブラックで統一されています。A ピラーはまるで合皮を巻いているようなテクスチャーの内張りが使われています。あれ、そういえば、A ピラーのカラーがいつの間にかブラックに変更しているなぁ。A ピラーにはスピーカーはついていませんでしたが、インパネ上面にはスピーカーがついていました。メーターフードに対して、スピーカーグリル部は段差があり、立体感が出ています。そして、運転席前方には、アイサイトのインジケーターがあります。別動画で、デフロスターと間違えてしまい、申し訳なかったです。デフロスターはインパネ中央にあります。そして、インパネの中央にもスピーカーがありますね。クロストレックのカーナビは、インパネに出っ張っていないため、中央のスピーカーグリルも隠れることなく、配置できています。助手席側は、あれ、ここの合皮もいつの間にかブラックに変わっています。ひっそり変更してますね。そして、マルチインフォメーションディスプレイが中央にでかく配置されています。画面操作については、動画の後半にて紹介していきます。スバルといえば、このディスプレイ。その下には、端子が3つついていて、縁が LED で点灯しています。また、白色ランプも装備されていて、収納スペースを照らしてくれています。ワイヤレス充電はないですが、なくていいです。そして、シフトノブですが、可色付きの大きなシフトノブがついていますね。ここもシルバー可色から、ブラック可色に変わっているなぁ。そのすぐ下にあるシフトパネルのピアノブラック超可色ととても相性が良いですね。そして、シフトのロゴは赤く点灯します。スポーツ感があります。シフトカバーもついていて、シルバーステッチで縫製されています。電動パーキングブレーキももちろん設定されています。周囲を確認するためのビューボタンも設定ありです。そして、シートヒーターのボタンはこちらにありました。運転席と助手席の両方設定されています。そして、ドリンクホルダーは2つついていて、斜め配置ですね。中央にはくぼみがあり、スマホなども差し込めるようになっています。12V 電源ソケットは、助手席側に配置されています。ギャップが安っぽくなくていい感じ。そして、コンソールの収納ですが、まず、肘掛けするコンソールリット部分は、ふかふかでしたよ。そして、中の収納は結構大きめ。ただちょっと暗いので、フラッシュ撮影します。奥行きがあって、コード類はバッチリ収納できそうです。助手席側から、助手席周りの内装を詳細に見ていきます。そういえば、ひっそり変更されていた、ブラック合皮の箇所見てみましょう。ベンチレーターは、運転席同様に横長タイプで、操作性も良かったです。そのすぐ下には、ドアのインナーハンドル周りにも設定されていた、斜めに筋の入ったフィニッシャーが設定されていました。グローブボックスは、ダンパー付きで、結構横幅大きいですね。ただ、高さがそこまで大きくなく、オーナーズマニュアル入れると、あと小物しか入らなそうです。コンソール側部には特に収納はないですが、シフトレバー前の収納を少しでも大きくさせようと、収納スペースを横に大きくしていることが伺えます。そして、助手席シートですが、運転席と異なる点は、ランバーサポートがついていない点ですね。続いて、ルームミラーを見てみます。モニター切り替えタイプのルームミラーではなく、暴言式のルームミラーでした。そして、ストロングハイブリッドの EX グレードでは、通常のアイサイトではなく、アイサイト X が装備されています。ルームミラー上部のカバーに仕込まれたカメラが、運転中に大活躍。そして、上部のランプには、サンルーフ開閉のためのスイッチが内蔵されていました。そして、インジケーターらしきものもついていますね。そして、次にサンバイザーを見ていきます。サンバイザーにはベルトがついていて、駐車券が引っ掛けられるようになっています。サンバイザー裏面にはバニテミラーついていますが、バニテランプも装着されていましたね。バニテミラーの横にバニテランプがついています。表も裏もすべてブラックで統一されています。少し指紋はつきやすいようですね。サンバイザーの取り出しも右手でしやすいように、段差が右側はないですね。そして、先ほどもお伝えしたように、この車にはサンルーフがついています。手動タイプのサンシェードですね。サンルーフのガラス開口が全席エリアのみなので、運転席側だけでシェードを開けるとみなして手動タイプなのかもしれません。そして、ルームミラーは、
暴言式のルームミラーでモニターはついていないようです。続いて、リアドアを見てみると、外観はこんな感じで、オールブラックでした。アームレストだけは、ちょっと明るめのグレーですね。リアドアの上部から見ていくと、シェードはついていなくて、樹脂が後ろから前まで繋がっています。ドアのインナーハンドルは、結構前の肩についているような錯覚を受けましたね。角ギリギリまで攻めていることがわかります。そして、パワーウィンドウスイッチのフィニッシャーはマットな見た目で、コンパクトなサイズでした。ドアのアームレストを見ていくと、なんと、リアドアもアームレストはふかふかでした。さすがに、プルハンドル付近のアームレストは硬くなっていたので、アームレストの合皮の下のパッドの境界部があることがわかりました。だいたいこの辺りかな。そしてプルハンドル部は変な段差はなく、手のかかりも良いですね。下の方を見ていくと、カップホルダーとスピーカーがありました。カップホルダーにはペットボトル1本分は、余裕で収納できそう。リアドアのスピーカーグリルはこんな感じでした。続いて、リアシートの足回りを見ていくと、リアのスカッププレートは大きめで、足を踏みやすいように平面が大きく確保されていました。アクセサリーパーツでも、滑り止め防止用のゴム製のステップガードが設定できます。価格も結構お手頃価格で、2024年11月現在で13,530円でした。これは余談ですが、このプレートの部分だけ他の内張りと色味も異なっていましたね。このラゲッジ側の内張りの方がもう少し黒みが強いですよね。もしかすると、内張り表面の傷対策などで、材質も特殊なのかもしれませんね。続いて、リアシートを見てみます。リアシートも本革シートとしているようで、ブラックとグレーのツートーンになっています。ステッチカラーはシルバーですね。見やすいようにフラッシュをしました。人肌に触れる部分はグレーをメインに使っているので、実際にシートに座るとブラック内装だけが見えるようになっていました。リクライニング調整は、ノブを引き上げることでできるようです。300万円前後の車両では、このノブが採用されていることがありますね。見た目はいまいちですが、片手でも操作しやすい点は良いと思います。シート背面は、株のみパーフォレーション加工されていました。下地が黒ではないので、せっかくのパーフォレーションの穴が遠目では見づらいのがもったいないですね。中央の伸びたるんでいるところは、下地から離れて影ができて、穴奥が黒っぽく見えています。シート座面にも、一部パーフォレーション加工されています。フラッシュのせいかもしれませんが、よく見ると、革のカラーが少し違いますね。パーフォレーション加工された部分だけが本革の可能性はありますね。シートの質感は、ちょっと脂肪が深めでザラザラした感触があるもののクロストレックらしい力強さが感じられる良いシートだと思いました。ただ、この車アウトドア向けの車ということも考えると、パーフォレーション加工との相性はあまり良いとは思いませんでした。穴に土ぼこりが入りやすいからですね。スキーなどした際はお尻もしっかり汚れを落とさなくては。そして、カーペットを見ていくと、フロアマットがなかったのですが、変な小物がカーペット上についていなくて、足元スペースは十分取れているかなと感じました。コンソール後ろには、USB と Type-C コネクターを差し込めるように、端子が2つついていました。コネクターの縁も発光するタイプですね。ついでに、リアシートのコンソールも見てみます。そういえば、この車、リアシート用のシートベルトガイドついていましたね。それでは改めて、コンソールを見ていくと、ドリンクホルダーが2つついていました。あまり厚みはないですが、ふかふかしていてパッドが中にしっかり入っていることがわかりました。ドリンクホルダーには固定用ゴムがついていました。ラゲッジとは繋がっていないようでしたが、リアシートに座っている人に勝手にラゲッジ見られることはなさそう。リアシートを倒してみます。特に変則的な動きなく、簡単に前にシートを倒すことができました。ラゲッジを見ていると、そういえば、さっきバックドアにスバルロゴのプレートありましたよね。でも全然よく見てなかった。フラッシュを使ってみましたが、それでもほとんどロゴは見えなかった。助手席側からリアシートを見てみると、実車で確認しそびれたのですが、ジャッキがこの助手席シートの下にあるようです。さらに、助手席側には通気口もありましたね。最初はエアコンの風が出てくるのかと思っていましたが、取扱説明書を見ても、ここからエアコン送風があるような記載がなかったです。エアコン関連でないと仮定すると、ドアを閉めた際などの空気の逃げ道として、穴を開けた可能性が考えられますね。室内天井周りも見てみると、この車両がサンルーフ搭載車両だからなのかもしれませんが、車両中央が少しこんもり盛り上がっていることがわかります。座高の高い人は、
リアシートに座った時に少し圧迫感を感じるかもしれないです。おそらく、サンシェードを格納するスペースのせいと思われるため、この圧迫感が気になる人は、サンルーフなしの方が良いと感じました。続いて、エンジンルームも見ていきます。この車両では、従来燃料タンク領域を削って配置されていたパワーコントロールユニットが、このエンジンルーム中央のカバーあたりに配置されているようで、そのおかげで、燃料タンク容量はなんと 63L にまで増えているようです。これにより、航続距離が1000キロを超えました。ボンネット裏に大きな遮音材がついていますね。12V バッテリーはここにありました。他の部分も見てみると、ここには特に遮音材がついていなかったです。車によっては、隙間に遮音材のようなものを配置して、室内に音が入らないようにしているものもあります。ストロングハイブリッド仕様になり、実際走行してみたら、どのくらいエンジン音が聞こえてくるのかは気になりますね。あと、燃費性能ですが、公式数値まだ確認できていないですが、燃費性能20%らしく、トヨタの力が加わっても、燃費20キロは超えられないようです。では、最後に、メーターやナビ周りを見ていきます。まず、メーターディスプレイはフル液晶でした。1年前に見たクロストレックは、中央に小さいディスプレイしかなかったので、これは嬉しい変更ですね。ナビ画面も見ていきます。まず、オートビークルホールドボタンがナビホーム画面上に配置されていました。この AVH がオンになっていると、信号待ちなどの停止時にブレーキペダルから足を離しても、車両の停止状態を保持できます。これがあるだけで、運転中の足の疲れがかなり軽減できます。車のマークのボタンを押すと、こんな画面に遷移します。車両制御、走行アシスト、その他の設定の3つにカテゴリー分けされていました。画面が大きいから文字見やすい。メーター画面も切り替えできるようで、地図モードに変えてみます。想像以上に見やすかったです。スマホでいつも地図を見がちですが、これほど画面いっぱいに地図が表示されるなら、重要しそう。アイサイトは、実際に使わないとどんな画面なのかわかりませんでした。一応映してみます。こんな感じでブラックスクリーンです。あと、アクセル回路や燃費が常に見れる仕様にもなっています。まるでゲームをしているような感覚で運転できるのも魅力の一つですね。走行モードとして、X モードがあり、X モードでは、全3種類の走行モードを使えるようになっていました。私はご縁がない機能ですが、豪雪地域の方々からすると、嬉しい機能だと思います。ナビ画面上でもマップを表示することができて、実際にマップを表示してみると、こんな感じになります。画面でかくて、見やすいし、操作もしやすい。ドライバープロフィールも設定できるようです。皆さん大好きなテレビ画面に切り替えてみます。エリア設定できるようです。丁寧な UI ですね。テレビ画面は、小さかったです。こればっかりは仕方がないです。ちなみに、これまでのクロストレックではテレビキャンセラー取り付け可能のようです。取り付け後の車両不具合は、自己責任でお願いします。では、設定画面も詳細見てみます。機能が多くて、すべて紹介はできないですが、どんな機能がついているのかだけでもお伝えしたいので、スクロールしていきながらすべてお見せしていきますね。サウンド機能については、気になる人多いと思います。特に私が気になっていたのが、イコライザーの設定自由度ですね。オーディオをタップして、音設定をタップしてみると、イコライザー表示されました。しかし、周波数までは設定できないようです。やはり、内製ナビとなると、イコライザー設定が簡素になりがちですね。バーチャルステージエンハンサーという機能がありました。臨場感の高いサウンドに調整してくれるみたいです。その他にも、バーチャルバスやダイナミックビートエンハンサーと呼ばれる機能もありました。実際に音響環境までは、細かく聞いて良さを体感することはできなかったです。車両情報のわかる機能は、こちらから確認できます。細かいですが、少なくとも外装だけ見ると、EBOXER のオーナメントが見つからなかったです。THS 搭載ということで、この部分だけで判断できるかどうかですが、多分ハイブリッド仕様の画像になっていると思われます。もし間違っていましたら、コメント欄で教えてくださいね。そんな感じでクロストレックの紹介は以上です。それではまた。